はい、どうもこんにちは、エンジン太郎です。今回はこのトップブリッジですね。こちら純正タイプですが、このトップブリッジをアルミのものに作り変えることにしてます。この形状だとどうしても突き出し量をコントロールできないタイプなので、次作るのは突き出しのコントロールのできるタイプのトップブリッジを作っていきます。はい、まずやるのは 3D スキャンですね。スキャンして形状を作って、それを元にアルミのトップブリッジを作っていくという感じですね。ではスキャン始めます。ここからはコンピューターの画面に移ります。ここからはスキャンの画面ですが、スキャンのシーンなんて面白くないから、こんな感じでスキャンしてますよぐらいで見ていただければと思います。一度この向きでスキャンしました。そしたらほいっと立てて、これでスキャンすればいいかな。たとえ全部きっちりスキャンできてなくても、計測したいところがスキャンできてればそれで OK です。なので多少荒があっても気にしないようにしてます。あとは編集ソフトでちゃちゃっと編集して完成です。処理が終わったので STL でエクスポートして、あとは CAD に移っていきます。ここから先は Fusion の方で処理してきますね。自分の場合はメッシュボディでは扱いづらいので、必ずソリッドボディにするようにしてあります。この穴の直径ですが、24.9697 ぐらいですね。スキャンしたデータの数字を見てみましょうか。計測してみると 25.077 なので実測値との差は 0.107 ミリですね。この辺が許容範囲だと思います。一応設計の時にはノギス寸法の方を優先していきます。形状が比較的シンプルなので設計は比較的楽ですね。こんな感じで設計終わったのでどんどん作っていこうと思います。では実際の作業に移ります。素材はこちらに用意しました。これですね。はい、アルミの板です。アルミの中でも2000番台2017、いわゆるジュラルミンと呼ばれるものですね。選択理由としては強度があること。もっと強度のある7000番台、そっちでもいいんですけど、そっちお高いので、普通のジュラルミンです。というわけで、こちらをベースに、トップブリッジ作っていきます。前面としてはこんな感じですね。ごちゃごちゃごちゃっと書いてありますが、本人だけが分かりゃいいっていうそういうものなので、こんな感じです。そんなに難しい形状ではないと思います。ちょっとめんどくさい部分もありますけど、とりあえずは進めましょうか。では、ここの単面を一旦ちょっときれいにしますね。よし。はい、断面きれいになったと。まずはセンタードリルだね、全部。この3箇所は M8 でリーマートをしたいので 7.8 か9、7.9 くらいで開けときます。
まず 7.9 のドリル開きましたね。で、この3箇所 8mm のリーマーです。そしたらこの穴にはこのノックピンが入れば OK ですね。入るね。3箇所ともノックピンが入ることを確認できました。これで OK です。まあこのノックピン後で必要になるので今準備してるんですけど、マシニングでやっちゃえば、こんな手順必要ないんですけど、汎用でやる場合はこういう手順結構いりますね。じゃあ次の工程進みます。ここ4箇所は 12mm まで拡大したいので 12mm まで拡大してきます。ちょっとここ荒取りの下穴開けてきますね。よいしょ。ここにアーチを作るための荒取り終わりました。はい、次ですが、このコリになる円弧の部分ですねをやっていきます。はい、これでここのアーチ部分終わりました。あとこの状態でやらなきゃいけないのはここの面取りですかね。はい、これでこのパートはだいたい終わりました。これでいいや。平行を見るだけなのでこれでいいと思います。はい、とにかくまずは予定の角度をきちんと出さないとね。これで出してきますが、よし、ここで OK。 これで平行になりましたね。この中心から24ミリの部分で切りたいのでここが
フセットして、ここドリルでダーッとドリルで掘っていけば OK ですね。オフセット24、とりあえず24をオフセットして、24プラス4ミリでいいか、28にすればいいかな。はい、点線全部できたので、あとここ、つながってるのここだけなので、ここだけ切り取れば多分いきます。あ、取れたね。はい、切れたと。じゃあ、ここの辺をきれいにしていきますね。これで両側やりました。そしたら今度はここの角、こっちですね、やっていきます。そのためには、また外して付け替えると。これはまた穴開けをダダダダダッといきます。よいしょ。ではこの面をまた整えます。はい、これで、アウトラインはだいたいできましたね。次はサーキュラーテーブルをセットして、ここ3箇所の穴ですね。穴と最後のこの外径 R をつけてきます。ほいしょー。よいしょ。はい、サーキュラーセットできて、減点合わせました。よし、これで大体の位置は出たから、あとはセンターゲージで出しゃいいか。よし。最終的に27パイで開けるので、とりあえず 21.5 でした。そんなもんでいいか。OK。それではフォークの通る穴を仕上げていきます。ここは寸法精度を結構しっかり出さなきゃいけないので慎重にいきますね。ぴったりになったと。あとは外周ですね。
はい、これで1箇所終わりました。あとはもう片方とステムシャフトの通る部分をやれば、一応大体の形は終わりますね。もう一方のフォークの部分は同じ作業なので、簡単にどんどん進めてしまいます。27.02 のミスで、マイクロメーターで 27.01 なので、ジャストですね。OK と。じゃあ、あとここの外周やります。はい、これで、フォークの取り付け部終わりましたね。あとはステムシャフトの取り付け部分ですね。やって、すり割りやって、穴付け、ネジ穴ですね。やってって感じです。だいぶ進みましたね。はい、サーキュラー使っての作業は次が最後ですね。あとは、ここの穴やってきます。と、エッジ取りですね。やっていきますね。基本的な作業は先ほどやってたのと全く同じですね。そしたらボーリングで広げます。とりあえず25まで広げると、ここは。25.01 前後。ちょうどですね。これで、25の穴 OK ですね。そしたらここに段付きが1段欲しいです。画角失敗して見切れちゃってますが、今段付き作ってる最中ですね。段付きの部分はそんなに精度いらないので、サーキュラー回しながらエンドミルで削ってます。これでアウトライン全部できましたね。全体の形状としては終わりました。あとはここすり割りを作ってネジ作るっていう感じですね。よし、じゃあすり割りの準備とネジ穴の準備ですね、やっていきます。それでは固定用のネジとすり割りをやるためにイケールに固定していきます。ここは寸法精度うるさい場所ではないですが、一応デコゲージを使ってきちんと垂直が出てるかどうかを測っていきます。固定が終わったらタッチセンサー使って減点出しやっていきます。それでは穴開けとすり割りを進めていきますね。ではすり割りやってきますね。回転は遅くして
釣り割り OK。 あ釣り割り怖いな、やっぱ何度やっても。綺麗に割れた。よし。よし、OK。これで外して反対向けて同じ作業を繰り返していきます。これで M8 のネジ終わり。そしてトップブリッジ図面に書いてある分は全部終わりと。あとは、実際取り付けてみて問題がなければいいですけどね。ここまで一度もフィッティングやらないで来ちゃったんで、図面間違ってたらつかないですね。はい、今の時点でまだフィッティングやってないので、とりあえずでもまあ見た目だけはパーフェクトですね。十分です。さて、いよいよトップブリッジ取り付けます。こればっかは自分の設計を信じてやるしかないですね。これでトップブリッジは外れると。よし。はい、よし、はい、ね。バッチリ。はい、これでトップブリッジつきましたね。いいね、かっこいいね。これだけで純正に比べるとレーシーな感じがしていいですね。アルミの部品いいですね。アルミのトップブリッジなかなか良いと思います。結構がっちり締まってるんで、元よりは合成があるんじゃないのかな。これで今回の作業はこの辺で終わりになります。次回ですがバックステップですね、先やろうかと思います。どうもご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。